味、食感、あと旨味、それぞれが違うものを組み合わせると。酢飯に油ってね、なかなか抵抗があるかとは思うんですが、これね、ばらけやすい食材を下に入れまして、はい、恵方巻きの作り方ということで、今回は家庭でも簡単にね作れる恵方巻きを紹介しようかと思います。ご家庭だとね、どうしても出来たてを食べるってことが難しいかと思いますので、そうなるとね、どうしてもシャリがベタついて家で作るより買った方が美味しいなんてことになりかねませんので、その点もね踏まえて今日は恵方巻きの作り方を紹介しようかと思います。用意する具材なんですけど、恵方巻きっていうのはね、七福神になぞらえて食材を7個入れるっていうのが、定番になっておりますので、卵、きゅうり、あとこれガリですね、ガリ、たくあん、エビ、かんぴょう、穴子と7種類の食材を使って恵方巻きを作っていこうかと思います。食材7つのね選び方のポイントなんですが、まず魚介と野菜を組み合わせる。穴子だとかエビのね旨味をしっかりと入れるということがポイントでして、だから穴子なんかはね、スーパーで手に入りづらかったらおぼろだとか伝部、そういったね魚介系の旨味を加えるというのがポイントの一つですね。もう一つのポイントとしては、甘さと塩気、このバランスをしっかりとるっていうことがポイントでして、かんぴょう、穴子、卵なんかはね甘めの食材なので、それに負けないように、例えばねたくあんだとかガリだとか食感だとか塩気が効いてて口の中でね存在感があるものを組み合わせるというのがポイントですかね。でもう一つポイントとして付け加えるとしたら、いろいろな食感の食材を合わせるっていうのがポイントでして、だから穴子だとか卵はねふわっとした食感なのに対して、エビだったらプリプリとした食感が楽しめたり、あとはねかんぴょうだとかきゅうり、ガリ、たくあん、この辺はある程度硬さの残ったシャキッとした食感が楽しめたりと。味、食感、あと旨味、それぞれが違うものを組み合わせるというのがポイントだったりしますかね。これだけねバラバラの食材を組み合わせて味がねまとまるのかと思うかもしれませんが、卵っていうのはね意外と魚介と酢飯と野菜をなんていうのかな、うまく調和する味をしておりまして、なのでいろいろなね食材を組み合わせる際は是非卵は入れていただきたいなと。そうしましたらシャリを炊いていきます。家庭でもできるということで、今回は炊飯器を使ってシャリを作りますが、分量は、コシヒカリ 420g に対してお水 450g を用意しますと。こちらを軽く研いでから炊飯していくんですが、研ぐ時はさっとね水につけて、この表面のぬかを落として、こちらの水を2から3回取り替えてと。米研ぐ際にねこうやってお米を潰すように研ぐなんて方もいらっしゃるんですが、これね最近のお米は精米技術がね結構発達していて、このもみ殻が残っているなんてことはありませんので、あんまり強く研ぎすぎるとねお米が割れますので、さささっと水で表面のぬかをね落とすと。用意するお米の種類なんですけど、恵方巻きなんかをね家庭で食べる際はおそらくね作ってから食べるまでの時間が長いかと思いますので、時間を置いてね冷めたお米を食べる場合なんかはコシヒカリを使用するようにしていますかね。お寿司なんかはね出来たてをね人肌程度の温度で食べることが多いので、そういった場合はねお米をブレンドしてちょっとササニシキ系のねさっぱりしたお米を合わせることが多いんですが、冷めてから食べるとねやっぱりねコシヒカリの方が美味しく感じますので、僕はねコシヒカリを使用していますかね。コシヒカリっていうのはねどうしてももちもちっとした食感が特徴ですので、水の分量をねそのままで炊いてお寿司にすると結構ね食感が重い仕上がりになってしまうので、コシヒカリを使用するんですが、水を少なめにして
もちもち感が出過ぎないような状態でシャリを作ると。お米を研ぎましたらここから炊飯していくんですが、炊飯器でお米を炊く際の注意点は、炊飯のモードでね、真空なんてモードがあるかと思うんですが、真空のモードにするとね、水蒸気の飛びが弱くて、せっかくね水を減らしてちょっと固めの仕上がりにしようとしているのに、水分の飛びが弱くてもちもちなシャリになってしまいますので、真空のモードでは炊かないようにしてくださいと。それでは炊飯していきます。お米を炊いている間に合わせ酢を用意するんですが、こちらお酢ですね。お酢を 70g。 使うお酢はね、まあ人によりけりなんですが、僕なんかはねこれ酒粕ベースのお酢を使うんですが、なかなかね酒粕ベースのお酢は手に入りにくいので、お米から作ったね、米酢って書いてあるお酢を使っても良いかと思います。そこに砂糖を 15g、お後塩 15g ですね。で砂糖はね一般に売ってる上白糖でいいと思うんですが、塩なんかはね多少いい塩を使った方が僕はね美味しく感じるので、ちょっと奮発していい塩を使ってみてくださいと。通常はね合わせ酢ってこれで完成なんですが、今回はね家庭で食べると、なので作ってね冷めてちょっと時間が経ってから食べるということを前提に作っておりますので、ここにね、油を大さじ1程度加えていきますと。酢飯に油ってねなかなか抵抗があるかとは思うんですが、これねキンパってね韓国の巻物があると思うんですけれど、キンパはねご飯にごま油を合わせてるじゃないですか。ごま油の効果でね口の中でのほどけが良くて、だからキンパってね冷めても結構美味しく食べられたりするんですよね。今回はね使う油はこの MCT オイルっていうね無味無臭の油が最近ね売ってますので、こちらの油を使用していると。ここまで来たらよく混ぜ合わせて、こちらをご飯に和えると。作りたてを食べる場合なんかは油を加えずにで良いと思うんですが、作り置きをする前提ですんで、今回はちょっとね冷めてもシャリのばらけがいいように油を加えていると。ここからシャリを切っていくんですが、通常はねこういった半切りっていうね木の桶のようなものを使ってシャリを切るんですが、家庭ですとねなかなか道具も揃わないかと思いますんで、大きめのボウルでシャリを切ってしまうと。シャリを切るタイミングはね、もう炊飯が完了したらすぐご飯が熱々のうちにシャリを切ると。これはねご飯が冷めてからだと、ご飯がね酢を吸わずに冷めたお茶漬けみたいなねボロボロのシャリになってしまいますので、それはそれで全然美味しくないので、必ずね熱々のうちにシャリは切るようにしてくださいと。ご飯をボウルにあけましたら、酢を全体に回しかけてムラなくシャリを切っていくと。シャリを切る際はねこうお酢がどんどん下の方に溜まっていくので、上下を返すようにまずはお酢を全体になじませると。ある程度お酢がお米に行き渡りましたら、ご飯を切るように混ぜ合わせていくと。半切りなんかを使ってねシャリを切る場合は、これねしゃもじのこの弧を描いてる面を上にして、こんな感じでねご飯を半切りのね壁にぶつけるようなイメージで切っていくんですけれど、ボウルとねしゃもじで切る場合はそこまでこだわらなくとも良いのかなと。全体にねしっかりとお酢が行き渡ればいいんではないでしょうかと。これ油を加えているので、通常のねシャリ切りよりもだいぶねシャリは切りやすいと思うので、この辺もね家庭で作る分にはお手軽で良いのかなと思いますかね。シャリが切れましたら、濡らしてきつく絞ったさらしか何かをね上にかけて、このまま常温に冷ましてくださいと。シャリが炊けましたら、それぞれね食材を食べやすい大きさにカットしていくと。きゅうりから切っていきますが、きゅうりなんかは一度ね半分に切った後にこういった形で薄くねスライスして、縦に包丁を入れて細めに
切っておくと。きゅうりはねあまり細く切りすぎると食感がなくてつまらないですし、かといってね大きく切りすぎると逆に食感が強すぎてこう口の中でね主張しすぎるので、程よいね太さに切るようにしてくださいと。僕の好みはねだいたいね 1.5mm×1.5mm ぐらいのそういった大きさを目指して切っておりますかね。きゅうりを切りましたらペーパーか何か用意して薄く塩を振ってきゅうりの水気を抜いておくと。最初にお話しした通り作り置くことを前提に調理をしていますので、食材の水分がね時間が経って巻物に染み出してくるとご飯がボロボロ崩れて食べづらい巻物になってしまいますので、細かい処理が意外とね美味しく食べるコツだったりしますかね。続いてガリも同様に、スライスしていくと。ガリなんかは多少きゅうりよりも短い大きさで、細かく千切りにしていくと。でガリも水気をねしっかりとペーパーで切っておいてくださいと。エビの場合はこれね半分に開いて背わたを抜いておくと。この時にこういった形で半分に割っておくと全体にね均等にエビを入れることできますんで、こういった形で背わたの処理をして半分に切っておくと。アナゴなんかも同様ですよね。こんな感じでねいびつな形をしている場合は半分に切って大きさ太さを揃えておくと。卵焼きは適当な大きさに切り分けるだけと。卵に関してはね食感が柔らかいので、これぐらいの大きさでまとまりがある味に仕上がると思いますので、卵は多少大きくても構いませんよと。食材の準備ができましたらあとは巻くだけと。細巻きをね巻く時、お寿司を握る時なんかもそうなんですけれど、まずは手酢を用意しますと。手酢っていうのはねこれお水に、お酢を少々加えたものですので、こちらでねこう手をしっかりと濡らしながら作業をすることでお米が手にくっつかなくなりますよと。恵方巻きの場合はねこれ中巻きっていうね細巻き以上太巻き未満みたいなね巻き方をしますので、このね半分に切った半菜っていう海苔を縦に使って巻いていきますと。まずはね手に手酢をなじませましてご飯を一握りつかみますと。そうしましたら海苔の上にご飯を伸ばします。最初につかむご飯の量でこの中巻きの太さが決まりますので、あんまりご飯が多すぎると仕上がりが太くなって非常に食べづらい恵方巻きになってしまいますので、ご飯の量はね取りすぎには注意してくださいと。ふわふわっと棒状にご飯を伸ばしましたら、ここからご飯を下にこう伸ばしていくと。ご飯を下に伸ばす際のポイントはこれね、しっかりと手酢を手になじませまして、こちらね左サイドを伸ばす時は左手で海苔の縁にね壁を作ってご飯を下に伸ばしていくと。右側を伸ばす際は右手でこのように壁を作ってご飯を伸ばしていくと。そうだからこんな感じでねしっかりと壁を作りながらご飯を全体に伸ばしてくると。この作業が終わりましたら、続いてこのね多少できてしまうムラを均一に伸ばすと。ここに具材を加えていくと。具材を入れる順番はねきゅうりだとかこのガリだとかこういったね崩れやすい食材は先にね入れてこうご飯の底の方に入れておくっていうんですかね。ばらけやすい食材を下に入れまして、この上からかんぴょうだとかね卵だとか比較的ばらけづらい食材を重ねていくと。そうするとね巻く際に具材がねバラバラっと崩れることなく綺麗に巻きやすいので、是非ね参考にしてみてくださいと。具材を重ねましたらここから巻いていくんですが、巻きすはねまだ使わずにここから手で巻いてしまうと。まず、手前のねこの海苔の縁を持ち上げて、そこからこの具材の終わりの位置ですね、この位置に海苔の端を合わせるように
巻いていきますと。ここまで来たらあとはねぐるぐるっと巻き物を回せば、恵方巻きができますので、この後に上からね巻きすをかけて形を整えると。巻きすの使い方はね、これ親指とこの指4本を使って横からねご飯を押すような形で、巻きすを使いますと。そうするとね、綺麗なね半円型の巻物ができますので、これで恵方巻きの完成ですと。押さえる時に上をね押さえると四角い巻物になるんですけれど、上をね抜けばしっかりとねこのご飯の逃げ道が上にできて山形の形になるので、こうやって巻くとね、ご飯が硬くなりすぎずご飯が詰まりすぎない巻物ができますので、是非巻く際はね、こういった形で巻いてみてくださいと。1本だけ巻くなんてこともないかと思うんですが、何個かね同時に巻く場合は海苔を何枚か敷き詰めまして、で端からね順に作業を進めていくと非常にね効率よく巻き物を巻くことができますよと。そうだから1本巻いてね具材を乗せてと、やるのではなくて、このようにね3本4本一気にね海苔を敷いてご飯を伸ばして、それから具材を乗せてと、非常にスムーズに恵方巻きを作ることができますかね。シャリに加えた MCT オイルってなかなかね聞き慣れない油だと思うんですが、脂肪燃焼体質って言ってね、結構ボディービルダーだとかアスリートの方なんかが愛用している油でして、脂肪をね燃やす効果があったりだとか、意外とね面白い性質があるので、気になった方はね検索してみてくださいと。3本ね同時に仕上げる場合なんかはこんな感じでね巻き終わった恵方巻きたちを一列に並べまして、これを上から押さえていくと。こうするとね非常に効率よく恵方巻きできますので、ご家族いる方なんかはねこんな感じで作ってみてくださいと。ということで今回は恵方巻きの作り方と、家庭でもできてね冷めても美味しいというコンセプトで、具材の選び方だとかシャリの炊き方だとかを紹介してみましたんで、よかったらね今年は恵方巻き家庭で作ってみてくださいませと。ちなみにね2022年今年の方角は北北西となっておりますので、北北西を向いてね恵方巻き食べてみてください。はい、以上です。